相手を捕獲すると。ある意味指スタンガンですよね。圧倒的な武術を見せる宮平保先生が怖さを感じる相手とは。とことん自分のやってきた技を使わざるを得ない相手だろうと思った時は嫌ですよね。陳那と急所、命の危険を感じた時、宮平武術の原点に迫ります。この曲がった形って結構この S 字と言いますかね、合気道とか関節をやる武道ではそうと思うんですけど、これが基本でかかりやすいんですが、ちょっとじゃあ洋介君かけてください。これはかけきれるかな、ある程度かけきれますね。ちょっと抵抗したらいいですよ、ある程度かけきれる。でこれが徐々にまっすぐになってくると、いわゆるこの S 字が取れないので、これ非常に難しくなってきますね。ちょっと山内の後ろに持ってきますか。なるほど。この S 字っていうのが基本ですね。S 字。でこれがだんだんまっすぐなってくるとかけにくくなる。まあ S 字に持っていってかけますよね。だから S 字かけられないようにまっすぐすると非常になのでこれが S 字ですね。これ取ります。まっすぐの状態。これなのでまっすぐですね。まっすぐ。宮平先生はそれを今 S 字にしようとしてないように見えますけど、S 字が相手が、S 字に、相手瞬間にここが圧力ロックされて感じるので、相手が体壊さないように必然的に自分ではやってるかもしれませんが、僕は相手が全力で抵抗すると思ってるので S 字にするっていうのは期待してませんね。ちょっと頑張ってみて、これ一瞬ですね。という風なのも体の面白さですよね。どんどん変化させていくっていうか。宮平先生のその武術人生を振り返ると、実際中国で学んだ時期というのは5年ぐらい5年ですね。ですよね。ですからその後、日本に帰られてからは、師匠がいるわけではなく、いろんなことを思い出しながら訓練鍛錬研究続けて、30年ぐらいですかね。そうですね。まさにだからそういう物理的な時間的に考えても宮平武術という感じはしますよね。私が今やってるのは当然ですけど、僕は沖縄空手から約10年ぐらいやりましたけど、沖縄空手は入ってるかというと多分入ってはないと、今は入ってはないとは思うんです。ただ前の取り方とかそういった若い頃にやったのは全然捨ててはないとは思うんですが、やっぱり僕は中国武術をやって以降の内容なので、やってることは基本中国武術だとは思いますが、現在中国にある既存のどこどこの流派、その師匠の技術を指導いただき、交流した武術家からもいろいろエッセンスをいろいろヒントをいただきという形ではやってますが、この内容がどっかに行くとそっくりそのまま中国にあるということではないと思います。ただ私は中国武術におかしな話ですが憧れていったかどうかと聞かれると微妙なところですね。僕は沖縄空手を10年間やっておりまして、で空手で空手が問題ではなく、私自身の空手の能力が限界だったと思うんですが、空手にないものを中国に求めていったということですので、なので中国武術万々歳と何でも憧れるという気持ちは全くなく、逆に言うと沖縄空手で見てきたもの、やってきたもの、日本の空手で感じたすごいと感じるもの、それ以上のものがなければ僕は中国武術をやるのは諦めてもいいかなと思うぐらいだから、逆な言い方しますと、日本では見ることができない中国武術があるのであればこれにかけようというような気持ちでしたので、ですからそういう意味では中国国内で生まれて、なんとなく中国武術というのがあって中国武術に入門されるという中国の方とはちょっと見方は違うかもしれません。言い方あれですけど、厳しい目で中国武術を見てたというのはあるかもしれませんね。これは見るに必要ない、これは今まで見たことない技術だぞということで、ふるいにかけるみたいなことですよね。
はい、まだ若かったのにそういう目線で中国に行ってたわけですね。はい、中国行くときはそれは、ね、やっぱり覚悟はして行ったと思います。20歳ぐらいでしたっけ？20歳ですね。20歳で行かれて、はいはい、それからでももう37年経ってるわけですね。そうですね、はい、あと僕の中ではこの人体にある経絡というのがありまして、任脈体の前面センターラインを通るで徳脈後ろ、こういったこともちょっと意識しますね。意識はしますね。はい、経絡、はい、経絡、ツボの、通るラインですね。はい、はい、体のいくつか経絡ありますので、ちょっとツボやりましょうか。たくさんあります。この合谷といういろんなところに応用できるこの合谷ですね。はい、この親指と人差し指、なんていうんですかね、骨にするとこの部分が交差しますので結構奥にありますね。この部分です。この部分です。はい、でチナで応用すると掴まれたと。で技をかけるっていうのもあるんですが、もうここ自体がもうツボになってきますから。はい、ツボですね。はい、じゃあちょっとこっちやろうか。合谷、ここ手の三里とか、はい、あとここ列血とかですね。はい、こういったところ、でこれ神経ですね。はい、でここ血本とかありますし、はい、ここですね。見て分かりにくいのこういったくぼみ、リンパ節というところ集中しているここですね。ここですね。落ちます。はい。急所。これを理解するとこの体のラインが分かって面白いです、ね。宮下先生の目にはそういう、目とか脳でイメージとして見える。感覚ですね。これ一人一人の体格も違いますし、見た瞬間にみんな違うんですけど、はい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 。だから肩こりに効く牽制というこの、はい、肩の、はい、この牽制というツボがありますけど、ちょっとですね、このラインがあって、ちょうど真ん中ぐらいですけど、ここ、はい、だから指をしっかり鍛えると相手を捕獲するとで今使ったの2箇所ですね。はい、ちょっと見ていただくと、一つは牽制、これ肩こりによく効く器具です。はい、でここで押さえてます。で押さえて触れてますよね、ずっとね。はい、でここ転送って言って肩甲骨あるんです。肩甲骨こう三角になってますね。三角、ここですね。これもしびれますね。肩甲骨があって、いたずらでコツンと肩甲骨打ったりするときしびれるところあると思うんですけど、ここですね。はい、ある意味指スタンガンですよね。指スタンガン。指スタンガン。はい、ツボ触れた状態です。はい。宮平先生、これ変な質問ですけども、そういうふうなイメージで、みんなの人体の神経とか急所が、感じられるとしたら、例えば誰か見てこの人腰が悪そうだなとか肩こりすごいんじゃないのかなとか、そういうのを感じたりもします？僕はなんていうんですかね、気候というかそういった、中国医学の方々とも、いろいろお付き合いさせていただいてあるんですが、僕はちょっと治療の方向っていうのはあまりやってこなかったんですが、多少はやっぱり動き見たり感じはしますよね。はい、残念ながらも武術ばっかりやってきたので治療の方っていうのはやってはこなかったんですが、はい、もう壊すことばっかり考えてたんですね。そうですね。はい、だからそうですね。これからは治療するのも考えないといけないかもしれませんね。57歳ただやってること自体は場所は同じなので、それを適度な強さだったりということなので全然大丈夫だと思いますけど、はいはい、要は人体をよりよく分かるということですよね。そうするとやはり目の前に誰かが立った時に、向き合うとか立ち会うとかだった時に、この人はもう相当使えるとか、この人はここを攻めればいいんじゃないかとなんとなく感じる。やっぱりありますね。ツボを晒してる人じゃないですけど、やっぱりそういう人と自分の危険というのを知ってる方っていうのは感じ方は違いますね。やっぱり自分の何を守るべきかって知ってる人と、とりあえず来てる人っていうのは
感覚が違いますよね。ははいはい。なるほど。やっぱり知ってないと壺を打ってくれってこれはいでもこの無意識的にこうなんて言うんでしょうかね、自分の危険なところを守るっていう人は、はい、知らない人よりはちょっと怖いですよね。もしその宮平先生がやむを得ず立ち会わなきゃいけなくなったとする場合、どういう相手が一番怖いですかね。怖い、怖いと言いますと、やりたくない現実の話をすると、やっぱりとことん自分のやってきた技を使わざるを得ない相手だろうと思った時は嫌ですよね。当たり前ですけど、はい、監督に前お話ししたことがあった、僕中国で結構大人数に囲まれた時がありまして、でこれはもう危ないのかなと思った時に、やっぱりあの時思ったことは、これは自分はもう危ないなと、2、30人いましたから危ないなと思った時、ここで終わりなのかなと思った際に考えたのが、通常の温先生から指導を受けている稽古で、これは使ってはダメだろうという技が頭に浮かびましたね。多分知るかもしれないので、メイドの土産じゃないですけど、もしここで終わるとしたら、あれとあれあったなというのは思いましたよね。なるほど、だから自分の中にちょっと怖いのは潜んでるっていうのは分かります。なるほど、なんかそういう失礼かもしれないけど、そういうセリフって僕漫画や映画の中では聞いたことあるんですね。あの技を使ってしまうかもしれないと、使ってしまったと、でも実際の人生の中でそういうことを、が頭をよぎったっていうことですよね。多分ここで終わりかもしれないなと、ある時思ったんですけどね、武漢のこんな空の下で沖縄遠いなと、なんでこうやってここで終わるのかなってなった時に、多人数ですので、厳しいなっていうのはありましたけど、結局それは軽い感じで終わって大丈夫だったんですけどね、じゃああれとあれかなとなるほど、多分どんな効果になるか気づいた時は多分僕は終わってるかもしれないですけど、だからそういう意味では僕は優しい人間ではないんじゃないのかなと思いますよ。でも逆にその宮平先生がいつも僕らがこれ残酷だなみたいなふうに思える技を宮平先生がこれは親鸞の中で優しい方ですよみたいなことをおっしゃったりするじゃないですか。だからやっぱりそれはそういう状況を経験してきたからこそ出てくる言葉なのかもしれないですね。わかりました。宮平先生も今日はこんなこれぐらいで、ただかなり非常にベーシックでありましたけれども、宮平先生の人生とか考え方とこの技術がなんかつながっているような感じのいいお話だったと思いますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。